ノマドスカルプトで作るアニメーションの作り方をご紹介します。字幕もありますのでご利用ください。注意。ノマドスカルプトには残念ながらアニメーションを作る機能はありません。ですが、ノマドスカルプトの機能と他のアプリ、ソフトを組み合わせてアニメーションを作ることができます。今回はインショットトイアプリを使ってアニメーションを作ります。まず、回転機能のご紹介です。左上、ノマドスカルプトのアイコンをタッチ。速度のバーを右にすると右回転、左にすると左回転になります。数字の値が速度です。ターンテーブルをタッチすると回転します。録画は端末の画面録画です。回転の種類です。現在の状態を保持をタッチすると今見えてる画面で回転します。回転の軸は選択しているオブジェクトになります。中央のオブジェクトを選択すると中央を軸に回転してくれます。0をタッチします。これは座標0で回転します。シーンをタッチすると存在しているオブジェクト全体の中央を軸に回転します。拡大して回転をタッチしてもシーン全体で回転します。レイヤー機能を紹介します。髪の毛パーツをタッチ。右上のレイヤーのアイコンをタッチ。レイヤーを追加をタッチ。レイヤーが 100% の状態でドラッグをタッチ。髪を動かしたい方向にドラッグします。形ができたらレイヤーを開いて数値を変えてみましょう。形状の変化が記憶されています。人魚のヒレのパーツもレイヤーで動きをつけます。シーンから髪のパーツとヒレのパーツを結合します。この時どちらのパーツもパーセンテージの数値を100にしてください。レイヤーの数値を変えると同時に動くようになりました。レイヤーはペイントにも使えます。ベースは顔の形やチークなど変化してほしくないところに使います。レイヤーを追加して目や口の形のレパートリーを追加できます。左上のバーのカメラをタッチします。ビューを追加で今見えてる視点のカメラを追加できます。もし視点を変えてもカメラから追加したカメラをタッチすると視点を戻せます。このようなアニメーションを作ります。ノマドスカルプトで写真を撮り他のアプリでつなげます。今回はインショットというアプリで作成します。サブスクリプション契約した方が広告がなくスムーズに利用できますが、無料でもたくさんの機能が使えておすすめです。レイヤーの設定で5分割した写真を撮ります。カメラを正面に設定します。右上のレイヤーをタッチ。レイヤーのパーセンテージを0にします。左上のフォルダのアイコンをタッチ。レンダリングで撮影したいサイズを決めます。今回はスクエアにします。幅で画像の大きさを変えれます。書き出す PNG で画像を書き出し、右上のアイコンで保存します。次にレイヤーを 25% にして撮影します。
これを 50%、75%、100% と繰り返します。写真が撮れたら、インショットを開きます。ビデオをタッチ。フォトをタッチ。ノマドスカルプトで撮影した5枚の写真を古い順に取り込みます。スクロールして一番最後の写真の位置にバーを移動します。左下のプラスマークからビデオ、フォトをタッチして写真を追加します。一番最後の 100% を除く4枚を新しい順に追加します。速度をタッチ。1枚あたりの秒数を決めます。左のチェックマークで全ての画像に適用されます。再生ボタンで再生。少し早かったので 0.2 秒にします。続いて瞬きをさせます。25% から撮影します。75% と 100% の時に目を閉じる顔にします。顔のレイヤーを変えて表情を変えます。75% で顔の表情を変えます。100% で完全に目を閉じます。撮影した4枚の写真を同様に読み込ませます。